ラーメンってこうじゃなきゃならないっていう考えもあるし、そこの枠にとどまっちゃいけないっていう考えもあるし。どっちも太麺ですか？はい。どっちも太麺です。そうですね、柄の処理は開店当初からでも数年は全部中を掃除して石もっていうんですかね、そういうのとかも全部取って、で豚骨も一回ボイルしてでまた水で洗ってから使ったりとか、そういう形でやってたんですけど、一応なんていうんですかね、その横のつながりとかもできてきて、今どうやってるみたいな話で一応相談とか話し合いとかするじゃないですか。そんな時にいやもうなんか意外とそのままやっても臭くないよとか、でとりあえず100は1回にしかずなんで、自分は本当失敗を恐れないタイプなんで、失敗して次にステップアップしたいタイプなんで、あえて失敗してもいいやっていう感じで、やったらなんかそうですね、その掃除した柄とかで炊いたスープはやっぱり綺麗な味が澄んだ味がするんですけど、その取んない方が自分はなんかもう変な感じが、その雑味とか旨味がやっぱり多くて、複雑に嫌なそのネガティブな感じはなかったんですね。でスープ単体だとちょっとそういう感じもするんですけど、タレと油とスープと麺ってラーメンを一回作ると全然そんなことがなくて、だから逆にそっちの方がちょっと自分はラーメン屋らしいかなって、うまみもちょっと強いのかなって思ってます。豚も全然あれですか、事前に血抜きみたいなのせず？豚も同じで、事前に前の夜から水につけて血抜きはします、ただその後ボイルしてアクを取って、その後洗ったりはしないですけどね。背ガラに関してはそうですね、背ガラもそうですね、げんこつと背ガラの寸胴で分けてあるんですけど、おのおの水を入れておいて一応血抜きみたいな形はやります。
よく一回炊いてまた捨ててゴシゴシこう洗ってからまたやるっていうパターン結構。そうですね、昔はそれでやってたんですけど、アクを取ればね、豚骨は自分の考えだとアクを取ればそんなに臭くないかな。ただアクも半端に中途半端に取るとやっぱり臭いんで、まあ、その辺はでもちょいちょい匂いを嗅いだりとか、そういうのはもうまめにやってますけど、もうそれこそ匂い消すっていうか、まあ、香味野菜とかも入れずに、はい、香味野菜もそうですね、当初は入れてたんですけど、なんかその鶏とか豚とかってやっぱりその香味野菜とか入れるとちょっとぼやけちゃう、味がぼやけちゃうんで、なんか入れないでストレートに出したやつを合わせた方がよりこう鮮明に出るような感じがするんで、はい。鶏の方はどうですか？まあ、炊く温度と時間とかは結構いろんな時間、いろんな温度とか、まあ、例えば90度で10時間炊いたこともあるし、まあ、チャレンジでちょっと高温で6時間とか、短い人はもっと短い方もいらっしゃるんで、ただ自分としてはやっぱり短い、今も大体6時間半ぐらいなんですけど、そのぐらいが一番しっくりくるかなっていうところですかね。今はその鳥取の大山鶏を使っていて、そこはもうやっぱり少しなんで、多分ね、その鳥は鳥なんでみんな意外とちょっとずついい感じで、すごく違うってほどでもないですよ。ブロイラーの鶏も美味しいんで、ですけどやっぱりその中でも大山はすごい美味しくて、でコストパフォーマンスも結構いいんで、まあ、今本当に大山結構皆さん使ってらっしゃるんですけど、大山はちょっと外せないかな。油も美味しいし、で、まあ、あとはやっぱりなんていうんですかね、まあ、動物系ってやっぱりイノシン酸なんで、イノシン酸をじゃあ多く含んでるっていうのはやっぱ肉になってくるんで、その丸鶏で、丸鶏はだからそのふっくらとしたやっぱり親鶏ですね。親鶏がまあ種系っていう親鶏と、その名古屋コーチンの卵の方の背景、それと今は鴨のその鴨がちょっと旨味が土台感がすごい強いんで、今は結構その鴨がキーポイントになってるというか、はい、ちょっと処理の段階でガラはガラで、ボイルして、でその後に出たガラの油を取り分けて、でその後丸鶏を入れたで炊くんですけど、まあ、そこはそこで要は丸鶏の名古屋コーチンとその鴨のと、まあ、ローチの混ざった油を取り分けて、でデフォルトのそのトリプルスープの方には大山の、まあ、使ってるんですけど、別メニューの鶏そばとかはその鴨の油をブレンドしたりとか、はい、してます。そうすると結構鶏感が強くなるっていうか、はい、なんか結構炊き方にも特徴があったなと思ったんです。そうですね、うちかなり独特で、まあ鶏の材料に対して水の分量がかなり少ないんで、まあ、普通に通常だと、まあ、水にガラとか丸を入れて炊いていってアクを取るっていう作業なんですけど、うちの場合水が少ないんで、他のずんどり1回その、まあ、水に対して少ないガラの量でこうアクを取ってからメインずんどりに入れ替えるみたいな。でそうするとまあ大量のその柄でもなんかそのちゃんとアップも取れるしという形で、そういうやり方をされる。材料と水だと思うと1対1以下っていうか、その水が1以下に仕上がりがそんぐらいになりますから、まあ、濃いですよね、チーズタンとして、あれメインズンドって100リッターぐらい、100リッターぐらいですね、じゃあもうそれこそ3、40キロ近く鶏が入る。
から50、今日は52キロで、仕上がりがまあ50リッター、48から50リッターぐらいになりましたね。鶏のみ。鶏のみで。そうですね。確かに鶏そばの鶏の旨味が半端じゃなかった。ああ、本当ですか。あれタレなしの多分スープだけでも相当うまい濃いですね。っていう感じしましたね。もう鶏食ってるな。そうですよね。確かに肉した肉のイノシン酸が強いかな。いやうまかったですね。あれは本当ぜひ魚介とは別にあれだけで食べてもらいたいな。そうですね。結構鶏そばを食べる人は鶏そばばっかりの方が結構いらっしゃいますね。あれはうまかった。ありがとうございます。つるし焼きに関しては、そもそもは白河ラーメンが自分好きで、やっぱり燻香がついたつるし焼きがすごい美味しいと思ってて、でどっちかというとつるし焼きってまあ白河以外だとやっぱ中華なつるし焼きが多いじゃないですか。なんかジャンとかを混ぜてこう赤い濃いめのタレをつけてみたいな。どっちかというと自分はその白河とか家系とかのシンプルなこう燻香がついたつるし焼きが好きで、そうですね、なんていうんですかね、うちは塩味なんですけど、多分他にはあんまないと思うんですけど、なんか煮豚が醤油味なんで、ちょっと差別化するのに塩味で、つるし焼きやる前には低温調理のチャーシューがあったんですけど、それも塩味だったんですね。そういった経緯もあるんですけど、塩味のつるし焼きって他にないかなと思って、でその液体を自分でそのソミュリ液的なものを作って、2日間漬け込んで、あと要は玉ねぎが酵素の働きで、一応その繊維を分解してくれるっていうのと、あとちょっと他にも入ってるんですけどそれも要は肉を酸性にさせるような、そもそも肉って酸性なんですけど、その自分の持ってる酸性からどっちか、もっと酸性かちょっとアルカリ性かに寄らせると肉って柔らかくなるらしいので、そういうのを実践にしたりとか、ちなみに柄とかはだしとかは全部アルカリ性です。アルカリ用水を使ってます。の方がだしが出やすいというか、厚みが出るというか、アルカリイオン水。アルカリ用水ですね。pH 10ぐらい。結構高いです。そうですね。普通の水道水で7ですね。20歳そこそこぐらいから30年近く食べ歩いてきてるんですけど、なんとなくそのラーメンやってかっこいいなってやってみたいなとかそういうのはあったんですけど、自分はやれない人間だからっていう感じでは思ってたんですよ、車屋だから。家業を継ぐっていう。そうですね、もうそういう頭っていうか、もうそういうふうになんていうんですかね、生まれ育っちゃったみたいな。生まれた時から。そうですよね、だから疑いもせず車屋になってみたいな。そうですね。正直言って車屋もその将来性ってかっこよく言っちゃうと将来性が見えないなんですけど、商売的にはあんまり芳しくなくて、でちょっとここは何か変えないとも
まあ子供もね3人いるし、まあ、親ももう年なんですけど一緒に暮らしてるんで、まあ、ほぼほぼ、ね、自分が背負ってるまあ一つの土地に暮らしてるんですね、親も。だからちょっとここはもう変えてなんかやんないと全員潰れちゃうなみたいな感じがしたんです。だからまあ当たるか当たんないかって賭けじゃないですけど、まあ、それでも、まあ、何か変えないといけないなっていう感じで、当初は本当今のトリプルスープじゃなくて栄福賞大賞券も好きで、自分は品そば屋さんと栄福賞大賞券がまあその有名の大きなところでいうと自分の中では二大ラーメンで、なんでまあちょっとチンタンの方はなかなかチャレンジしたんですけどなかなかできなくて繊細じゃないですか。かといってだから F 賞ができるかさそうでもなくて、でも魚介ってやっぱりちょっとそのもの自体がうまみが強いんで、とりあえずまあ形になったのが初めに形になったのが、まあ、F 賞系大賞券を意識したような煮干し魚介ラーメンで1年それをやって。でもその間に限定とかをいろいろやってたんですけど、やっぱりその今みたいな品そば屋さんとか地雷原さんとか、まあ、今のラーメンはもう本当に地雷原さん、自分の一番好きなラーメン地雷原なんで、そういうオマージュ的なものなんですけど、どうしても諦めきれないでそのチンタンをやって、まあ、開店2年目から今の前身になる切りそばっていうメニューをデフォルトにしてで、結果今は煮干しがちょっとお休みしてるような状態、まあ初めは塩はなかったんですけど、やっぱり自分は塩が好き、基本的にどこ行っても塩が好きなんで、煮干しもやっぱ塩を作って、煮干しの塩醤油でやってましたね。ただなんかやっぱり塩も醤油もよく分かんないみたいな、お客さんが、あんまり変わんないみたいなだからその煮干しが結構突っ込んだんで塩分が結構あるからそのタレを少なめにしたんですね。だから多分そう思っちゃったんだと思うんですけど、まあ本当に憧れに近いその地雷原の小板さんのラーメンが本当にやっぱ大好きで、プロになっても小板さんの出すラーメンを食べに行ってたんですよね。もう根っからの地雷原ファンで、あとやっぱりその品そば屋さんの存在、そうですね、オープンしてからそのですね、5年半ぐらいまではもう本当に自分の自己流で、その時に、まあ、その憧れてた小板さんと、まあ、10年ちょっと前ぐらいから交流ができていて、でなんかそのある時その まあ、5年ぐらいの時にうちに食べに来てくださって、でまあそこでアドバイスがあったらお願いしますっていうことで言ったら、まあ、ちょっと今度遊び来いよみたいな形でまあ喜んで行かせていただいたら、結構その小板さんからいろいろスープとかタレとか麺とかに至るまで全部こうご教授いただいて、今の出してる塩そばとか醤油そばはまあ地雷原の骨組みというか、5年半やった煮干しとその切りそばっていう前のメニューはかなり迷走しながらで、やっぱ納得できなくて悩み苦しんでこう毎日やってたんですけど、そのご教授いただいた後からはもう本当に自分のやりたかったラーメン、一番好きなラーメンみたいなやつができてきて、もう本当に今すごい楽しいというか、仕事自体はすごい辛いんですけど、やっぱりラーメン作ってて本当に今一番楽しいなっていうところですかね。お客さんもなんかやっぱり美味しいって言ってくれると嬉しいですし、まあ本当独学だったんで結構回り道をしてみたいなんで、まあ仕込みレシピもそうですけど仕込みとかオペレーションとかもまるっきり自分独学なんで、やっぱりその辺も苦労しながら、
車屋人生はやっぱりちょっと自分はやっぱりもうね否定したくないんで、そのトヨタとか入った時にやっぱりそういう、サービス業なんでお客さんの接し方とか、あとはそのさっき言ったその車が故障した時に何かを調べた、でもこれじゃなかった、そしたら次は何があるかっていうフローチャートみたいなのがあって、例えばラーメン屋だったらちょっと今回これをやったんだけど自分の思いにならなかった、じゃあ次はこうやってみようみたいな考え方の基盤になってるのは絶対車屋だと思ってるんですよ。もうダメなものはダメでやり方変えないと答えは見つからないみたいな。だからすごい車屋の修行っていうか、そういうのもかなり生きてるんじゃないかなって自分では思います、ラーメンってこうじゃなきゃならないっていう考えもあるし、そこの枠にとどまっちゃいけないっていう考えもあるし、だから例えばだから今のね、最近やっぱり会計が流行ってるじゃないですか。で会って昔なかったじゃないですか。そういうのってやっぱ日本人はねやっぱ会とか好きだから、もうすごい美味しいラーメンっていうそういうのだから高めを目指してやった先人がいて、ね、波動石さんとかもそうですけど、だけどやっぱりラーメンって例えば貝だとちょっとぬるくないと味が出てこないとかね、中盤から後半ぐいぐい来るために初めから熱々にしないみたいな、そういう考えの方もいらっしゃいますし、有名店でもね昔そういうふうに言われてた方もいたんですけど、やっぱりでも私はやっぱラーメンは絶対熱々じゃないと勝手に冷めるし、だから中盤からこうやってその熱々からの伸びが出てくるんじゃないかな、やっぱり、自分個人としてはね、一口目からぬるいラーメンってやっぱあんまり美味しくないな。暑いって言いながらこう、冬なんか特に温まりながらっていうのはそれがやっぱラーメンなんじゃないかな。スープが少ないとかね、ジャンルによってね、煮干しなんか少ないジャンルもあるじゃないですか。もちろんその王子の伊藤さんとかもちろん自分も大好きなんですけど、あれはあれでなんかそのカテゴリーが確立されてるんでいいと思うんですけど、なんかその本当の昔ながらのラーメンっていうのはやっぱりスープがなみなみ入ってて熱々でっていうのがやっぱり自分はしっくりくるから、ぬるくてもいいんだよという方もいらっしゃるとは思うんですけど、もともとねその沸点が低いような濃厚系って結構冷めやすいとか、そういうのはしょうがないんじゃないかなと思うんですけど、やっぱチンタン系はやっぱり熱々のがいいかな。開店したのは43歳だったんで、家族もいるし家のローンもあるしで親も養っているし、だからじゃあ今修行に出て、変な話その修行の、給料じゃ多分無理だなっていうところが一番大きかったですね。だから初めからだからラーメン屋を目指してたら多分もちろん修行に入ってたと思うんですけど、ただやっぱりでもなんていうんですかね、いくら有名店で修行をね長年やっても多分ダメな人はダメだしっていうなんか、ところもあるのかな、なんか自分もだから車屋でも結構苦労したんで、そこは同じ修行かなっていう、本当に結構大変な思いをして車屋もやってきたんで、多分修行っていう面ではね結構厳しい修行をしてきたんで、なんか結構通じるものがあると思うんですけどね。